こんにちは、ハルトです。9ナートリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。小さく分ければうまくいく。待ち時間をおだおに変える身近な時事改革のヒントは、森本半蔵寺による現代ビジネスパーソンに向けた事件的な時期数値難数です。本書は待ち時間や日常の隙間時間を無駄にせず効率よく活用することで生産性を格段に高めるためのただずのヒントと仕組み作りを紹介しています。現代社会では仕事の眼見や日常の中で気づけば何もせず過ぎてしまう短い時間がたくさんあります。これらの活用しきれていない時間バンナーを小さく分けることで驚くほど多くのことが達成可能になる。作者自身の経験やさまざまな自力をもとに身近なワークフロー改善を提案しており、忙しいビジネスパーソンや自己成長を目指す人々にとって明日からすぐに実践できる具体側が満載です。どうすれば限られた時間を最大限に使うことができるのかという課題に悩んでいるすべての読者にとって有益で実験的な指南集です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、待ち時間をハスラに変える発想。本書の中心コンセプトは、日常にあふれる待ち時間や隙間時間を一時的に活用する発想法です。私たちは移動の加減や会議が始まるまでのちょっとした時間、ランチタイムの後などまとまった時間ではないけれども、何かに使えそうな時間を多く持っています。森本氏はこの時間を無駄なものと捉えるのではなく、小さなタスクや頭の整理、インプット作業などに分割して活用することを提案します。例えば、メールの下書きを進めたり、アイデアのメモを取ったり、資料を部分的に読み込むことなどは、これらの短い時間にも対応可能です。本書では、待ち時間用のトードリストを事前に準備しておく方法や、セイマ事件を見つけるための日々の意識の持ち方、スマートフォンやノートを活用する具体的な例が紹介されています。これを実践することで、翌日の生産性が大きく向上し、ストレスも減少するというプラスの効果を得ることができるのです。次に、小さく分けるタスク設計のテクニック。多くの人が仕事のタスクに向き合うとき、一気にやろうと考えがちですが、実際にはまとまった時間を確保できず、結果的にタスクが先延ばしになることがあります。本書はこの悩みに対して小さく分けるタスク設計を提唱します。仕事を細分化する際の思考法や手順、タスクを具体的なアクションに落とし込む方法などが詳しく解説されています。例えば、レポート作成1件を調査、DAO 枠の構成、家事項目の執筆、チェックなど短時間で終了する小タスクに分割し、それぞれを隙間時間型に当てはめる方法などです。これによりタスクのハードルが下がり、心理的負担も軽減されます。また、細分化することで進歩状況をこまめに確認できるため、達成感をこまめに味わうことができ、モチベーションアップにもつながります。さらに、制約を楽しむマインドの育て方。制約を制限なさや不便さとして捉えるのではなく、むしろ楽しむ、工夫のもととして積極的に取り組む姿勢を本書は強く推奨しています。例えば、10分しかない、資料が手元にない、移動中なのでパソコンが使えないなどの状況を制約と感じることはよくあります。しかし、森本氏はこうした制約条件こそが新たな発想や工夫を生み出す出発点であると述べています。限られた時間や環境でできることを考え、普段とは異なるアプローチを示すことで、新しい視点や効率的なやり方に出会えるチャンスです。制約をやる気を割ぐものではなく、想像力を刺激するものとして捉えるマインドセットの病方、そのための具体的な思考習慣や日常への取り入れ方が豊富な磁力とともに解説されています。そして自分らしい地立改革中への実験磁力。本書は理論だけでなく、筆者自身や読者、企業での実験事例が豊富に紹介されています。市議と改革のとは、大企業の大掛かりな仕組み変更だけではなく、
個人が今日から始められる小さな工夫の積み重ねであると強調されています。例えば、朝の15分だけメール返信の時間を決める、翌日の終わりにタスク分割の振り返りをする、会議中の時間制約を逆壁にアイディア立たしをするなど、小さな行動変容がどれだけ大きな成果を生むかが知レウとともに解説されています。さらに、この改革が個人の発書き方だけでなく、チームの生産性や職場の雰囲気、最終的には企業文化までも変えていくプロセスを読者の視点から分かりやすくまとめています。最後に、夏続きする習慣化のコツ、タスクやアイデアを小さく分けて待ち時間に組み込む。こうした行動を習慣化するには計画性や柔軟性が求められます。本書では習慣化を妨げる障害や挫折の原因とその克服法についても詳しく述べています。その一つが完璧主義の担を避けること、すべてを思い通りにしようとせず、できたことを小さくても積み重ねていくアプローチに切り替えることが推奨されています。また、日々の進歩を可視化するツールや習慣のトリガーとなるきっかけを自分の生活の流れに組み込む方法も紹介されています。自分自身を褒めてモチベーションを維持する工夫や、忙しい時期に無理なく継続できる方法なども多く取り上げられており、どんなタイプの人でも実践しやすいヒントが詰まっています。結論として、小さく分ければうまくいくは、時間管理に悩むすべての社会人にとって有益なガイドブックです。特に毎日しますがしく何から手をつけていいかわからない、タスクが溜まってばかりと感じている方、小さな事件もうまく使いたいと思っている方には、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。本書の特徴は、時間的かつ今日からでも始められる具体的な方法論が豊富に掲載されている点にあります。誰もが持っているスキキャン時間を意識して活用することで、従来感じていた事件のなさを克服でき、達成感や自己効力感を得られるでしょう。また、制約をマイナスに捉えるのではなく、プラスに転換する発想法や習慣化の工夫は、人生やキャリアのあらゆる場面で活用できます。同じジャンルの多数と比べて、本書は小さく分けることに特化した具体的なタスク管理、事件活用の事件数が目視アタカと展開されており、理論だけでなく多くの知力やアイデアが紹介されているため、日常に落とし込みやすいのが大きな魅力です。やってみようと思えるハードルの低さ、継続しやすい工夫が詰まっており、今まで何冊もの自己啓発書で続かなかった人にも強くおすすめします。あなたの毎日、歯磨き方、さらには人生全体が大きく変わる、そんな一冊です。ご資源いただける場合には、森本ハンソ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。